はい、皆さんこんにちは、山田製油の山田でございます。今日はちょっと皆さんに、お話ししたいことがあります。何かと言いますと、山田製油っていうのはごま油っていうイメージがあると思うんですね。確かにうちのじいさんが、世のために人のための食品作りっていうことでマクロビオティックの、創始者桜田幸和先生に健康指導してもらって、ね、その時に、健康体を取り戻したじいさんが、先生に腕を打ったところ、お前も何か世のために人のために食品を作ってみろって言って始めたのが、うちのごま油なんですね。だから、山田製油イコールごま油っていうようなイメージあるかも分かりませんけども、確かに健康指導してもらったのはうちのじいさんなんですけども、じゃあそれで健康指導してもらった後、じゃあそのようなマクロビオティックの料理をどうやって作るかとかね、どんな風な食材を使うかって、全てやったのがうちのばあさんやったんですね。だから2人でもう二人三脚で、マクロビオティックっていうところにじいさんとばあさんは入っていったわけなんですけども、ということでうちのじいさんがごま油を作って、うちのばあさんが、ごまバターって言ってごまを練ったやつ、ペースト状にしたやつを作ったっていうね、これ実は山田製油っていうのはその2つが両輪となって始まっているんです。で、私自身も脱サラして、改良同然の作業を、もう一度やり直した時にごま油を作りましたけど、取ったて小屋みたいな作業場の片隅にあった石臼を、もう一度動かして、ごまバターも作らなければいけないって言って、ごまバターもほぼ同時期から作り始めたっていうことがあったんですね。で、ただし、自分でそれを製品として売る中で、ごまバターっていう名前ってどうなのかなって思って、これ巷で言うとどういうふうな製品なのかなと思ったら、練りごまとかごまペーストよく似てるんですけれども、でも私自身絶対うちのやつごまのペーストでも練りごまでもなく、うちのばあさんがすごい大きな石臼、上臼がぐるぐる回ってるんですね。でその穴が開いてて、そこに本当にお椀でね、ごまをすくってビールをポロポロと入れて、で一定のすっごくきめの細かいその、ごまバターを石臼と一緒に間から染み出していくんですけど、すごく時間かかるわけなんですよ。例えばそれをせっかちなうちのじいさんがやるとドバーッと入れてしまうんで、本当にボソボソの、ごまのペーストが出てきたりしてたんですよ。うちのばあさんっていうのはその辺がすごく丁寧に気の長い人やったので、そういうポロポロ出してたわけなんですね。だからそういうふうな、山田製油っていうのはやっぱりものづくりの会社です。例えば誠実に作ることとか丁寧に作ることって、これやっぱりものづくりの僕は原点だと思うんですけど、そのばあさんが本当に誠実に丁寧に作ってたっていう姿を製品名としてやりたいなと思って、練りごまじゃなくてごま練りごまを練って練ったっていうような感じで名前を付けて、だから山田製油っていうのはよそに比べて一手間かけてるよ、ね、練りごまじゃなくてすごくきめが細かいからね、ごま練りだし、例えば山田製油すりごまじゃなくてすりごまも石臼ですり上げてるんですけど、だからごますりっていうような名前を付けてるんですね。ただしそういう話ずっとしてたんで、自分の中で思いがあったんですけど、これやっぱり社員とかスタッフに全然私自身伝えてなくて、なんとなく私も知らんうちにうちの製品本来はごま練りが一般名みたいな練りごまっていうような表記をしてしまっていると。自分がそういうふうなことに指摘しなかった、指導しなかったことについてすごく責任を感じているので、もう一度今一度ごま練りっていう製品に戻して、絶対に練りごまとごま練りがあってすごいんだと。ごま練りにするとすごく気分が細かくて、いろんな料理のまたいろんな素材とあえだってすぐに馴染むっていうのがこれがうちの製品特徴です。でましてやおばあさんがやってた時の石臼から私自身も何十機も石臼を作って研究してやってました。でその後の受け継いでくれたうちの、生徒の若いスタッフが石臼屋さんと組んで何年もかかって、私がやってた以上にもっときめ細かく作って美味しいごま練りに仕上げているので、せっかくねすごくいい製品、僕はこれ多分世界一のごまの練ったものペーストやと思ってます。だからごま練りっていう名前、世界行ったらごま練りっては通じないから多分セサミペーストになるかもわからんけども、ね、製品名ごま練りっていう気持ちは、世界中に届けていきたいなと思っているので、
一度ごまねぎりっていう名前製品名をしっかりと認知して分割しながら山田製油を成立にしていきたいと思います。はい、今日はそういうお話でした。